皆さんこんにちは、ネオです。今回は動画内容を変更して急遽動画を作成したため映像の少ない回になります。令和6年、能登半島地震で被災された方々へ謹んでお見舞いと、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈り申し上げます。自分に何ができるのかって考えた時に、ネットで寄付するくらいしかなくって、ならば催眠療法インストラクターの視点で動画作成をしてみようって思いました。多くの方が被災情報をテレビやネットで視聴していらっしゃるかと思います。家族や親戚、あとは友人なんかのね、安否を心配しての視聴など。ですが、このタイミングは暗示、洗脳ですね。そういった暗示がとてもかかりやすく、無意識を操作されたことを自覚することが難しくなります。ショッキングな映像やテロップ、そういうのを見て、はぁって混乱したり、はぁって呆然となったりとか、あと頭が真っ白になる。例えば、自分ならどうしようって深く考える。なんかそういうような内容で、あとは画面に集中させるような構図だったり、画面の切り替わりで一瞬静かになるとか、パンと音が入るとか、または、そういったすぐ後の CM には暗示を入れやすくするっていう催眠で使う手法が使われることが多くあります。もちろんその手法が悪いとかではなくて、ビジネスでは一般的に使われている経済活動の一つの歯車ではあるのですが、ここではその手法を悪用するテレビや CM、動画があるということを知った上で視聴するっていうことで、災害の間接的な二次被害を予防できるのかなって思います。煽りやフェイク情報に左右されないことは、被災地の方々への小さな応援の一つになるのかもです。話を戻しますと、呆然としたり、集中したり、あと感情移入ね、して視聴している時なんかは、暗示や洗脳がかかりやすい状態ですので、例えば、続きは CM の後で、とか、パッと CM に入って、この洗剤で白くなるとか、この洗剤は白くなりますっていう、そういった言葉を聞くと、あ、白くなるんだって暗示がかかりやすくなって、購買意欲が上がったりします。保険会社とか、防災備蓄用品などのテレビショッピングとか、あと YouTube 動画内での煽りなども含めエトセトラ、暗示が入ってしまうと、それらを否定や拒否しようとしたりすると、なぜか心のどっかで罪悪感を感じるなどで、客観的な思考が鈍くなったり、買っておかなきゃとか、どうしようとか、かわいそうなどの感情的思考に支配されてしまう流れに入っていってしまうことが多くあります。もちろん暗示がかかりにくい人、かからない人もいらっしゃいます。その辺は、今回は割愛いたしますね。この暗示を上手に使うことで、目標達成や自己実現、トラウマなどの改善をね、していくことっていうのもできるんですけれども、ネガティブに利用されてしまっていることが多いのが現状です。余談ですが、例えば大人が話を一生懸命聞こうとしている小さいお子さんにね、みんなもやってるのよって言うと、それは暗示というか、洗脳っていうかで、子供の無意識に入ってしまうと、どの範囲のみんななのかとか、何人なのかっていうような論理的に数字で提示されなくても、あ、みんながやるなら私もやらないといけないんだなとか、みんなでやるのがいいのかとか、みんなでやれば認めてもらったり褒めてもらえるとか、そして暗示って時間を経て信念に変わる性質を持っていますので、みんなとやれない自分はダメな子なんだとか、みんなと一緒でない自分を自分で許せないってなったり、もちろんケースバイケースなんですが、そのまま大人になって、なんでみんなと同じようにできないんだとか、
あの人はできるのに、など、認めたくない自分を相手に投影、投影って、合わせ鏡みたいなもんで、相手の姿に自分の嫌いな自分を見てしまうっていうようなね、そんな認めたくない自分を相手に投影することで、たとえ相手がその人じゃなくてね、他の人に変わったとしても、類似した事柄で、同じようなことで同じようにスイッチが入ってしまう。こういったことがね、自分が親からされた嫌なことを自分の子供にはしないようにしていたのに、いつの間にか無自覚でしてしまっていたっていう世代間連鎖につながっていきます。自分を許せない人は人を許せないっていう事例の一つですね。これは24話で同調圧力と言い換えた暗示の入れ方です。こういった心理や人間形成について日本では学ぶ機会が少なく、生きづらい連鎖を解けずに亡くなった方々をたくさん見てきました。話を戻しますと、洗脳やマインドコントロールの方法の中に、ショックドクトリンという本の題名になっている言葉で、甚大な災害なので、人々がショック状態で呆然として、抵抗力だとか判断力が鈍くなった状態をチャンスだと捉えて、巧妙に利用して実施してしまう政策の手法の意味になります。今回、被災された方々、亡くなられてしまった方々に対し、被災しなかった人たちができることの一つが、芸能やセンセーショナルなことをメディアが大きく報道している裏で、緊急事態条項など重要なことから目をそらされているっていう洗脳に気づく。そして、被災してしまったことを無駄になんかさせないアンテナを一人一人が持つことで、目の前に来ている様々な危機を生き抜ける礎になっていくのかもしれません。この危機を乗り越えた先の未来をみんなで作っていきましょう。あった。これも同調圧力という名の洗脳だったのかも。みんなでって言ってましたね。次回は通常バージョンの動画をお届けいたしますので、ぜひ通知ボタンや、あとチャンネル登録、いいねボタンなんかをぜひポチッとよろしくお願いいたします。それではまた。